開催3日目を迎えました。クールジャパンショーケースアニメ漫画ツーリズムフェスティバル、たくさんのご来場誠にありがとうございます。ただいまこの1時からの時間は、ようこそアニメ漫画のふるさとへと題しまして、内閣府クールジャパン戦略担当木内稔特命担当大臣と、クールジャパン広報大使でコスプレイヤーのえなこさんによるスペシャルトークを開催いたします。この時間の司会進行を務めさせていただきますラジオ大阪アナウンサーの和田真美子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして本日は海外の方もいらっしゃっておりますので、ポケトークを使用させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それではお待たせしました。早速お二人にご登場をいただきましょう。クールジャパンショーケースアニメ漫画ツーリズムフェスティバルを主催している内閣府特命担当大臣クールジャパン戦略担当木内稔です。そしてクールジャパン広報大使でコスプレイヤー、グラビアアイドル、タレント、歌手、女優、声優のえなこさんです。大きな拍手でお二人をお迎えください。お二人にご登場いただきました。えなこさんもちろんなんですが、大臣もコスプレでご登壇ということでちょっとびっくりしておりますがねえ、皆さんちょっとざわめきました。この大臣のコスプレのお話、後でねちょっとご自身でお話をいただくとしまして、お座りいただいたところで、それでは木内大臣、このクールジャパンショーケースアニメ漫画ツーリズムフェスティバル、クールジャパン戦略の一環として開催ということですので、ご来場の皆様にクールジャパン戦略のご紹介と、あと自己紹介の方もまずお願いできますでしょうか。はい、いやコスプレって怖いですね。なんかこれ着てるとなんかもうさっきまで頭に入れたことが飛んじゃって、今ブラックゴースト団がどこかから攻めてくるんじゃないかと思ってちょっとヒヤヒヤして武器持ってないんです今。あれですね、やっぱりそれが魅力ですかね。いやコスプレってするともうその人物になりきっちゃいますね、これね。そうかもしれません。はい、ちょっと今だから思い出していますけれども、まずはその、じゃあクールジャパン戦略の、ちょっと記憶を今戻していきます。ご紹介とお願いします。私クールジャパン戦略担当大臣をしております島村城じゃなくて木内稔と申しますが、今新たなクールジャパン戦略っていうのがありまして、今日皆さんお気づきだったと思いますけど、これ地方からいろんな方々が、関係者の方が来ております。まずもってですね、今日えのこさんクールジャパン広報大使でいらっしゃいます。ありがとうございます。そして今日の関係者の皆様、本当にありがとうございます。新たな戦略っていうのはですね、実は皆さん思っている以上に海外の方がアニメと漫画を通じて日本ってなんか面白そうだ、クールってかっこいい、すげえって意味ですから、そしてですね、その作家のゆかりの地、あるいは作品の中で、描かれている地、そこに行ってみようじゃないかっていう人が増えてるんです。ですから逆にですね、そのゆかりの地をどんどん作っていって、皆さんにですねそこで、体験してもらうというのが新たなクールジャパン戦略です。この漫画アニメ、これを入り口起点としてですね、地域に行って食を楽しむ、ただねやっぱりその地域に行ったらそれぞれのルールがありますから、きちっとね自然を守ってルールに守って、楽しんでいただくってことが大事ですけれども、そういう新たなクールジャパン戦略を構築しております。そしてその人たちがまた日本語を勉強したり、もっとじゃあ歌舞伎だとか合気道やってみようかな、日本ファンがどんどん増える、これは日本にとっても世界にとってもいいことなんです。こういうことを考えております。はい、あとはご自身の自己紹介としても何か付け加えることっていうのは大丈夫でしょうか。私ですか。はい、はい、これは後でもちょっと申し上げようかと思ったんですけれども、私ね海外に4年ほどおりまして、ドイツ、1971年から75年、もうその時は
まさにアニメが、漫画がほとんどない、うんうん。海外アニメ、日本のアニメがですねほとんど接することができなかったというような経験がありますので、それが今あれからもう40年50年経ってこれだけですね海外でアニメ漫画が流行っているということは全く私想像できませんでした。もうすごいことです。もうクリエイターさん、作家の皆さん、関係者の皆さんに本当にもう脱帽です。はい、そうですね。さあ、そして今木内大臣にはお話を伺って、その日本のコンテンツが世界の皆さんへの広がりとなって、またそのアニメゆかりの地も訪れていただきたいというお話でしたけれども、続いてはえなこさんに伺いたいんですが、はい、クールジャパン広報大使というものを今お願いしておりまして、はい、でその中でクールジャパンのアワードですとか、フォトコンテストの審査員もお務めいただいてはい、やりおります。ました。そのクールジャパン大使としての活動も含めてご自身の自己紹介もお願いできますでしょうか。はい、コスプレイヤーを17年くらい、やってきております。そして、クールジャパン広報大使のえなこと申します。本日はよろしくお願いします。クールジャパン広報大使と言いましても、私就任がちょうどコロナ禍の時で、あんまりその海外に行くとかそういったことがまだできてない状況なんですけど、先ほどご紹介いただいたようにフォトコンテストの審査員やらせていただいたり、そういった活動をやっております。はい、そういった意味で、このクールジャパン広報大使をコスプレイヤーのえなこさんがされてるというのがやっぱり素晴らしいことだなと本当に思いますよね。コスプレイヤーの就任は多分初ですものね。そうですよね。なのですごく光栄だなという気持ちと、コスプレイヤーとしてこう頑張らないとなという気持ちがあります。で、今日のステージ、えなこさんは鈴宮春日のコスプレでいらっしゃいます。そして大臣は先ほどちょっとねご自身でもおっしゃってくださいましたが、サイボーグ009の島村ジョーのコスプレということで、ご自身のアニメ漫画に関する体験ですとか、ここから思いを伺っていこうと思います。まずはじゃあえなこさんから、このアニメ漫画についての体験、あとコスプレイヤーになるまでのお話もお聞かせいただけますか。はい、私は今日は鈴宮春日の憂鬱という作品の鈴宮春日というキャラクターのコスプレをさせていただいてるんですけれども、一番最初にやったコスプレが中学2年生くらいですかね、その時にこの今コスプレをしている春日の作品に出会って、そこからオタクになって、でコスプレっていう文化もその時に知って、初めてコスプレしたキャラも鈴宮春日になりますね。なのですごくこう今日は版元様に許可をいただいてコスプレをさせていただいてるんですけど、お仕事でも着れるようになるとは当時思ってもいませんでしたし、まさかクールジャパンの広報大使としてここに立っているということも、本当にコスプレ始めた当初は全く想像ができなかったので、もうコスプレってすごいなと、アニメやゲームはすごいなと改めて感じましたね。じゃあ原点が今日のコスプレの鈴宮春日なんですね。じゃあなんかこの鈴宮春日もご自身の中で忘れられないものみたいな形ですか。そうですね、本当にもうこの作品と出会ってなかったら、コスプレしてなかったかもしれないっていう思い出の作品です。じゃあ今日はその、思い出の作品の鈴宮春日で会場来てくださったということで、そして木内大臣ですが、先ほども少しお話しいただいたお生まれから学生になるまで日本海外での暮らしも終わりだったということで、あとお勤めになってからドイツも、いらっしゃったということですが、ご自身とかあと海外の方のアニメ漫画に対する思いは大臣の方はどんなふうに伝わってますか。先ほど申しましたように、私ね1970年代、年がバレちゃいますけれども、今年で還暦ですが、もう当時はですねドイツに行ってももう日本の漫画アニメほとんどゼロです。ただ一つだけ記憶しているのはですね、吉田達夫先生、タツノコプロの、マッハ55がですね、もう一瞬ドイツ語の吹き替えでですね、今からそれこそ50何年前ですよ、
をやってたんですよね。でそれ見て、ああ日本のアニメがドイツで見れた。でもこれシリーズじゃなくてたった1回で終わってしまってですね、もうまさかですね、それから50年経ちますけれども、今ドイツでもフランスでも皆さんイギリスの本屋行ってみてください。漫画コーナーがあるんですよ。で見たら足立満先生のタッチがですね、吹き出しが全部ドイツ語に訳されてるの。もうびっくりしましてですね、その時はね、よもや日本の例えばサッカーの代表チームがワールドカップに出てドイツに勝てるとかですね、日本のアニメ漫画が世界でこれだけ評価されるとは思いもよりませんでした。で私石ノ森章太郎先生大変ファンでありまして、はい、今日はですね、これ石森プロさんのお許しをいただいて、はい、来させていただいておりますけど、ちょっと今武器がないんでですね、さっきも言ったようにブラックゴースト団がどこかからこう攻めてくるんじゃないかなと思って、非常に今そわそわドキドキしておりますけれども、はい。でも失礼かもしれない、お似合いですよね、なこさんね、大臣。すごい。どうですかありがとうございます。ねウィッグもすごいですよね、完成度が高い。これはちょっと再調整してもらいまして、ちわあょっとこれこっちの目が見えないんで、でね、えなこさんもオタクですよね。あ、はい。実はね、私ね、はいあんまり公表してないんですけど、アニメ漫画のオタクじゃなくて、レコードオタクなんです。あ、はい。これはね、あんまりいないんですけども、はい、主に戦前戦中昭和に、25年ぐらいまでの古いレコードを集めてまして、もう中学からで40何年間なんです。でこれ、さっきもえなこさんに言ったんですけど、はい、我々オタクってこれどこの学校出てるとか社会的地位とか全然関係なくてですね、やっぱり師匠がいて、この序列関係って全くね、これね、やっぱり先輩みたいな人いるわけですよ。これでね、いろいろ教えてもらったりしてですね、でやっぱり初級から中級になって、中級から上級になるのってこれ結構大変じゃないですか。そうですね、やっぱり私たちアニメやゲームのオタクは、そのアニメやゲームがもう本当に神様みたいな存在なんで、正直他のオタクはどうでもいいどうでもいいっていうか、みんな一緒なんですよね。なるほど。みんな一緒でその話題でね、一緒に食事するとなんか平気で1時間2時間3時間、なんか話題が尽きないでしょ。ずっと話してます。ずっと話してますよね。そうか、じゃあ木内大臣はそのレコードの収集という意味で本当にこうオタクという言葉はあれで、本当にお好きで、ずっとこう集めてらっしゃって、もう何枚持ってるかとかっていうよりも何を持ってるかっていうのが大事でして、これは誰も持ってないだろうなみたいなですね、そういうレコードを持ってるか持ってないかで評価が分かれます。でもそれはレコードの世界、収集もそうですけど、アニメ漫画の世界もこう日本だけじゃなくて世界の人とこうつながったり、意外とこうファン同士つながれたりみたいなことって終わりじゃないですか。ありますね。やっぱり世界にもその SP レコードって言うんですけど、そういう78回転のレコードの収集家がいて、こうコミュニケーションするとすごく盛り上がるっていうですね。やっぱりもう話が尽きない。えなこさんどうですか。アニメ漫画のお話でやっぱりこう日本だけじゃなくて世界とつながったみたいな、なんかそういう感覚ってありましたか。最近だと、SNS がすごく発達したので、SNS で海外の方と交流できたりとか、それこそコスプレってすごく分かりやすい、言葉も必要ないのでコスプレで交流したりとかっていうのありますね。やっぱり私ね、あとね、外務副大臣してた時に、海外の方のコスプレイヤーさんが何人か私のところに来て、そのままコスプレで来てるんですよ。びっくりしましてですね、外国の方がコスプレ趣味にして楽しんでらっしゃるってすごいですよね、そういう方々。そうですね、やっぱり海外でもすごくコスプレって人気なので、もうこれからももっとたくさんしてほしいなって思いますね。日本だけじゃなくてもう世界でもコスプレする方たくさんいらっしゃって、もう世界各地でもいろんなコスプレイベントが開催されているので、もっともっと盛り上がったらいいなと思います。いやでもそのクールジャパンの広報大使としてもえなこさんに大きなこう役割をね、木内大臣もこうお願いしたいっていう、そんなところもありますもんね。ぜひですね、どんどん国内だけじゃなくてね、海外にもね発信していただきたいなと思います。本当そうですね、素敵な文化だと思います。さあ今日はこのアニメ漫画ツーリズムフェスティバルということで、たくさんのアニメ漫画ファンの方がこの3日間お越しいただいているんですが、この
クールジャパンのショーケース、このフェスティバル、日本のアニメ漫画ゆかりの地を訪れてほしいということで、たくさんのブースもご出展をいただいております。お二人からはですね、この日本のアニメ漫画ゆかりの地を訪れるということの楽しさ、魅力についてお話を伺っていきたいんですが、まずえなこさん、このゆかりの地とアニメ漫画のつながりってどんな風にお考えですか？そうですね、私だとアニメやゲームのはい、こう題材となった土地に行く、はいモデルとなった土地に行くっていう、いわゆる聖地巡礼って呼んでるんですけれども、聖地巡礼をしたり、それこそ去年はテレビのロケ収録で、春日のこう舞台となった西宮市に行かせていただいて、で実際に春日のコスプレも許可を取ってやらせていただいたり、やっぱその私たちオタクにとってそういう聖地巡礼をする、その土地に行くことによって、こうなんか本当にその自分の大好きなアニメやゲームのキャラクターが存在してるんじゃないかって、すごくこう盛り上がれる楽しみがあるんじゃないかなと思います。でついでにそのお邪魔したからにはその土地にお金を落としてはい、行けたらもっといいなって思いますね。その西宮を訪れられた時ってなんか印象的な場所だったり出来事だったりって一つか何か教えていただいていいですか？そうですね、本当にいろんなところにお邪魔したんですけそうなんど、ですね、一つじゃないな。例えいっばぱいある。春日のその作品に出てきたい商店街の場所もちゃんと許可を取ってはい行かせていただいたりとか、あうんとはなんだろう、オープニングで有名ななんか高校の坂道みたいな、はいはいはい。登校下校のええ道があるんですけうんうんど、そこに実際に行ったりとか、へーすごく楽しかったです。コスプレをして、その自分の好きなアニメの場所を訪れると本当いろんな楽しみが実はそこには待ってるっていうそうですね。ことですね。中にはコスプレしてだけじゃなくて、こうフィギュアを持って行ってちょっとこうアニメの再現の写真を撮ってみたりとか、いろんな楽しみ方があると思います。で木内大臣はそれこそクールジャパン戦略でもこのアニメ漫画ゆかりの地に皆さん海外の方ももちろん国内の方も行ってくださいって新しく今打ち出してますって最初おっしゃっておりましたが、どういうふうに進めてらっしゃるのか詳しくお聞かせください。はい、やはりですね、国内の方ももちろんのこと、海外の方がですね、アニメ漫画を先ほど申しましたようにこう一つのきっかけとして、じゃあ日本に行ってみようかなって言ったら、ね、東京、大阪ももちろんいいんです。ぜひ万博にも来ていただきたいんですけど、そしてさらにですね、アニメ漫画の聖地、先ほどえなこさん西宮って言いましたけど、西宮でもいいですし、私静岡で言うとですね、静岡市の清水区ちびまる子ちゃんのね、さくらももこさん、そして沼津もありますし、いろんなところがこうありますから、そこで、いろんな体験をしていただいてですね、日本から、自分の国に帰っていただくと。そしてやはり大事なのはですね、さっき申しましたようにその土地土地のですね、いろんな食とか伝統文化も一緒に楽しんでいただいて、でやはり、自然環境を守って、ゴミポイ捨てとかしないでいただくと同時にですね、いい意味でお金を落としていただいて、また機会があればまた同じところに来ていただくなり、また違う、アニメ漫画の聖地に行っていただくなりしてですね、地方の創生、地方の活性化にもつながる、お互いウィンウィンになるというのですね、そういうものを目指していきたいと思っております。なるほど。その地域、訪れた地域の食を楽しんだりっていう、そのアニメ漫画以外の部分でまた出会いがあったりっていうことも楽しめますもんね。はい、それをきっかけにですね、いや実は私が想像している以上にですね、じゃあもう日本にまた来ようとか、国に帰って日本語を勉強してまた来ようとかですね、日本の学校に行こうとかですね、日本で就職したい、これアニメ漫画をきっかけってものすごい数なんです。びっくりしました。はい。それこそ先ほど静岡っていうお話が今木内大臣のことが出ましたけども、先ほど会場を回られた時に静岡のブースで木内大臣、ちびまる子ちゃんとお会いになりました。はい、ちびまるさくらももこ先生のちびまる子ちゃんの、お会いしました。はい、ちょっと撮影も手を振っていただいてますね。やっぱりそういうふうに知ってこう訪れるみたいなことも
できますからあの楽しいですね。やっぱりね広がりが出てくるんですよね、うんうんやっぱり漫画とかアニメってどっちかというと二次元じゃないですか、はい、ところがその聖地に訪れるとだからそこの世界にちょっとこう踏み込めるっていう感じええええ、じゃありませんか、どうですか西宮とか。そうですね、やっぱりアニメで見てきた場所がそのままあるっていう感覚はいはい、なので、ええええ、結構不思議な感じになりますよね。そうですよね、そういう意味でやっぱり訪れるっていうことが皆さんもぜひしていただきたいなと思いますよね。さあこのアニメ漫画で知ったゆかりの地を訪ねていただきたいという思いも覚えていただいて、このトークショーの時間なんですがまもなく終わりの時間がちょっと近づいてきてしまいまして、たくさんのお客様にもお越しいただいてますので、最後にお二人お一人ずつもう一度日本のアニメ漫画ファンの方々にメッセージをいただきたいと思います。まずはえなこさんお願いします。はい、今回はトークショーに来てくださりありがとうございました。これからそうですね、クールジャパン広報大使としても、コスプレイヤーとしてもちょっと大臣にお願いしたいことがありまして、今もすごく頑張ってらっしゃると思うんですけど、もっともっと日本のアニメやゲーム、そしてついでにコスプレの文化も一緒に、どんどん魅力を発信していって、そして日本に来たくなるようなことを発信していただいて、もっともっとそういったいわゆるオタク文化ですね、を盛り上げていっていただけると嬉しいなと思います。頑張ってください。頑張ります頑張ってください。はい。えなこさんからのお願いがございましたけれども、木内大臣からもメッセージお願いできますでしょうか。もうクールジャパンの戦略のやっぱり中核はコンテンツ産業です、でコロナ禍にはですねやっぱりもう作家さんクリエイターさんそれを支えるいろんな方々がですね、いらっしゃいます。例えばこういったイベントでもあちらで裏方で音響機器、これね私も音響機器マニアだからあれですけどすごい調整したり、準備したりする人たちの本当にですねもうチームワークで、いいものを作ろう、いいものは、ね、国内世界に、発信して味わってもらおうと、もうこれからやっぱりやらなきゃいけないのは人材育成、そして労働環境をしっかりですね改善すること、そしてもう一つ大事なことはですね知的財産権、これをしっかり守ること、一生懸命もう汗水垂らして作った素晴らしい作品がなんか簡単にコピペして海賊版が出回ってる、これは絶対許しちゃダメだと思うんですね、そういった点でですね、我々が誇りとする日本の、アニメ漫画、ゲームもそうですしコスプレもそうです、これをしっかりですね育てていくことが私はこれ世界の平和にもつながると思うんです。なぜかというと意外とアニメ漫画で日本のこういうコンテンツを親しんでる人ってなんか日本人化してるというか、なんか非常にこう優しくなってきたり、なんかルールを守ろうとかですね、なんかそういうなんか効果が私あるような気がするんですね、日本の人の精神魂が作品を通じて海外の人たちにも伝わっていくと、だこれはまさに日本の繁栄、地方の活性化、そしてね、冗談大げさではなくて、世界の平和につながっていけばいいなというふうに私は思っております、ということで今日のこのスペシャルトーク、ようこそアニメ漫画のふるさとへと題しまして、お二人内閣府クールジャパン戦略担当木内稔特命担当大臣とクールジャパン広報大使でコスプレイヤーえなこさんにスペシャルトークをお願いいたしました。お二人どうもありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手でお二人をお送りください。本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。